お、もう5人もいる。はい。お疲れ様です。じゃあ時間になりましたので、ライブの方を始めさせていただきます。はい。ドロと申します。こんばんは。よろしくお願いします。はい。OK かな？カメラの方がまたちょっとずれたりしてるので、さっきまでドタバタしてて、1分ぐらい遅れてしまいました。あ、どうも、お疲れ様です。清水さん、お花さん、ジャストでありがとうございます。よろしくお願いします。はい。今日はね、もう、すいません。いきなりカメラが落ちました。なんだよ、もう。すいません。カメラが落ちちゃいました。もう、本番になったらすぐカメラが落ちました。これ、大丈夫かな？はい。すいません。ちょっともしかしたらもうちょっとカメラダメかもしんないですけど、いろいろいじってて、どうなってんだもうこれ。これ持つかわかんないですけど。はい。はい。もうすいません。はい。本番用意スタートでカメラが落ちました。もうほんと考えなきゃいけないですね。なんかカメラがうまく回らないです。はい。位置があって、いろいろやってるといけないですね。もしかしたらもう本番で本当カメラが落ちたら、そのままにするかもしれませんけど、ご了承くださいね。はい。はい、今日もウクライナの関係の方がいろいろあるんですけど、もうね、ちょっとね、もう、なんかわけがわからなくなってきたっていうか、情報がやっぱり錯綜していて、もう値動きも、なんていうのかな、どっち行くかわからない状態も続いているので、もう今はね、ほんとトレード、あんまり全体的にボラティリティが高いからやらない方がいいのかなと思いながら、ちょっと僕もいくつかポジションをね、解消しなきゃいけないなと思ってるものとか、もうちょっと損切りっていうかね、した方がいいかなと思うものもちらほらとあります。本当に難しいなって感じます。いくらテクニカルが分かっても、本当に難しいなと思っております。で、今日はですね、特に教育的なことはないんですけども、一応どうも、トイザさんも、どうも、はい、日経とかがね、後半に急落しましたね。はい、そうですね。今日の一応、そうですね、最初の特集をやる前に、今日の、一日の流れというかだけね、お話ししてから今日の特集。今日特集は信用取引、ちょっとね、TikTok の方で質問があったので、CFD と、CFD とその信用取引の違いみたいなところとか、あと、初心者向けで申し訳ないんですけど、空売りについてとかね、そういったこととか、同じこととか違いだとかもお話ししていきたいなと思います。で、皆さんは信用取引ってやったりしてます？もし僕実は信用取引はやったことないんですよ。操作方法とかはなんとなく見たことあるとか知ってるんですけど、もし信用取引やったことあるよって言ったらまた教えてほしいなと思います。じゃあね、その間に今日のね、ちょっと簡単な振り返りからいきたいと思いますね。11時半からまた米国のね、相場の方入っていきたいと思います。まずこっちのがわかりやすいかな。はい。先ほど清水さんにも言いましたけど、一応午後日経がズドーンと落ちて、ちょっと伸ばしてきたという形。27,200で引けましたね。ということ。で、CFD は今も動いてますけども、27,000のあたりをうろうろしております。はい。本当に
ボラティリティが高い。マザーズもいつも 4%、3% とか平気で、あれですね、動きますね。はい。トピックスも変わらず。はい。という形ですね。で、それからこちらですね。今ちょうど動いてるのが、先物はね、動いてますので、S&P の先物4400というところ。はい。それから、ナスダックが14400のところ。やっぱり今、ちょうど、考えてる4400のラインと、ナスダックは、14000のライン。このラインを、行ったり来たりしてるという状態。なかなか上がりにくい状態が続いております。10年国債は変わらず 2% 前後のところに今いるということですね。はい。じゃあ次、世界株の方をちょっと行きたいと思います。世界株こっちか。夕方から始まっているドイツ、イギリス、フランス、スイス、このユーロ圏のあたりは若干下げてきています。昨日ね、ちょっと楽観があった、みんな全体的に楽観があったと思いますけども、やっぱり結局はまた戻してきている状態であります。なかなか今右肩上がりで上がるっていうものってないのかなっていう感じはね、します。東南アジアの方とかインドはあんまり動きがなかったです。小幅動き。東南アジアもそうですね。ベトナムが昨日下がっていたので、戻した感じです。はい。で、これ下に行くか。注目はロシアがやっぱり悪いですね。はい。ロシアも基本なかなか難しいと思います。はい。それから、トルコとか、ここら辺はそんなに変わんないですね。ブラジルがなんか、これ関係あるのかな？洪水かなんかがあったんですかね。ちょっと大雨かなんか死者が出てるということで、どういう影響になるかちょっとわからないですけど、ちょっと下げてきています。はい。という世界の動きはそんな感じ。これからね、アメリカがスタート。中国とかやってなかった。香港は変わらずでしたね。はい。ただね、若干個別株の方がね、ちょっとずつ変な動きをしていましたね。食品会社がやっぱり、急騰してますね。はい。やっぱ、中国の食品会社も急騰してたので、今、その需給の関係、食品の需給の関係、だいぶ変わってきてるなっていう。中国はインフレではないとは思うんですけどね。はい。じゃあその注目のコモディティですね。多分これ皆さん今日やりますけど、もうかなりこのゴールドの1892っていうラインが、これね、異常なところにいますよね、今。はい。もうこのゴールドの動きが一番その、原油もそうですけど、ウクライナの関係というか、有事の金と言われているもの、本当にこれ珍しい値だと思います。シルバーは、行ったり来たり行ったり来たりしてます。ゴールドよりもちょっとなんていうかな、敏感っていうか激しいですよね。で、ハードコモディティのプラチナパラジウムは今日はまたバッと上がっていってます。はい。そんな感じですね。あと、です。原油がやっぱもうボラティリティが高くて、激しすぎます。天然ガスも激しいですね。はい。激しい。ほんとこれね、トレードされてうまくいってる方ってすごいと思いますよ。僕は本当今、なかなか難しいな、思っています。はい。ソフトコモディティいきますね。大豆とコーンがまたやっぱり上昇トレンドでしたね。大豆ね、落としたから、ショート行くかなって三尊天井みたいな形だったから全然もう違いましたね。僕ちょっとここ、反省してます。はい、ショートかもしれないと思って、やっぱもう、ソフトコモディティはインフレと、あれですね。はい。皆さん先日はどうもですってはい。お疲れ様です。はい。TikTok の方もすいません。いいねがすごい今いっぱい出ててありがとうございます。
いろいろあります。はい。それで、ソフトコモディティは、コーヒーとココアはなんか高止まりしてる感じは今ありますけど、やっぱりまだ上昇トレンドだなと思います。どこまで行くんだろう。これインフレとともにソフトコモディティ上昇トレンドなのかなっていう感じはね、受けますね。はい。あ、そう、東雲さんごめんなさい。信用取引今日やりたいんですけど、まだ皆さんが信用取引ってやったことあるって言って誰も回答してくれないので、誰か、やってないかどうか教えてほしいなと思って。ちなみに僕は今日話はするんですけど、僕はまだ、信用取引っていうかCFD はこうやってやってますけど、信用取引やってなかったので、またなんかよかったら皆さんも教えてほしいなと思います。はい。それで、ソフトコモディはこんな感じですね。ここの、やっぱなんて仮想通貨は、なんか今すごい景気に対してっていうか株と連動してるっていうかすごい敏感ですよね。だからこれ、先行指標じゃないですけど、今ビットコインがギュッと下げてますよね、イーサリアムも。今日のアメリカ市場、一回ドカッと下がるんじゃないかなっていう、なんか最近このクリプトの動きが、ちょっとそういう株価とかの動きと似てるなっていう風に見えてきました。前はね、そんなことなかったんですけど、金と逆相関もしてるっていうかね。はい。という風に感じます。はい。それでは、今日の状況、また11時半になったらね、お話をしていきたい、相場の見ていきたいと思いますんでね、お願いします。それでは、今日のね、特集の方、行ってみたいと思います。今日最初にですね、僕はCFD と信用取引の違いっていうものを、これをお話をしていきたいなと思うんですけど、僕の場合最初にきっかけがですね、この GMO クリック証券をやり始めたきっかけっていうのが、先にだから SBI 証券で、現物取引をして、積み立て NISA とかを最初にして、その後アメリカの株をやって、ある YouTuber さんとの出会いだったかな。CFD 取引をやろうと思ったのは、確かダンさんの前にもっとちょっと違う日本人の方で、CFD っていうのが安くできるよっていうことと、あと、その GMO クリック証券がコンビニの方で、ローソンじゃね違う、ファミリーマートかの方で、そういう GMO とかってやってたので、これのことかと思って、この GMO クリック証券を一回解説しようと思って始めたのがきっかけですね。だから多分 GMO クリック証券と何か出会いがなければ、CFD を先にやらなかったかもしれない。もしかしたら先に信用取引やってたかもしれないですよね。でも、もう今だとそこからこう CFD をやるようになって、アメリカの株というのを知って、で、高橋ダンさんとかいろんなそういう外国の方とかの話を聞くようになっていって、という流れだったと思います。僕の場合はそんな風にCFD と出会ったですね。だから、信用取引も同じようなこともあると思うんですけど、一応先に CFD を追求していったっていうか、形だったので、共通している部分と違いがあると思いますんでね。はい。なんかいろいろ喋ってらっしゃいますね。はい。はい。じゃあ、行きますね。CFD と信用取引の違いが何があるのっていうことですね。このブログの方ちょっと参考に、ちょっと話していきたいと思います。練習がてらですね。ありがとうございます。しのもめさんくらいかなとも、ちょっと思ったりしました。はい。
なぜこの信用取引を、まあ、話そうかなと思ったっていうのは、意外にみんな本当は、レバレッジかけて小さいお金で、まあ大きくやりたい。で、それが最初に知らずに、例えば仮想通貨のレバレッジから手を出したり人とか、FX からドル円とかそういうところから、手を出したりとか、そういうことによってレバレッジを知って何倍かかけて、で、やられる方とかもいると思うんですよね。だからきっかけが FX であったり仮想通貨であったりっていう人は多いかもしれない。で、名前が信用取引っていう自体あまり知らないかもしれない。あ、すいません。もう今日ですね、あれ、もう、これ、すいません。もう、カメラがもうダメなので、ちょっとここに置くぐらいにします。これでいいか。これでできる？もうこれでいいや。もう、いいですね。もうちょっと諦めました。カメラが今日2回も倒れました。もう最悪です。はい。適当にしますけど、ごめんなさいね。顔出しを売ってるわけじゃないからいいですよね。はい。で、この信用取引っていう名前が、そういうことねっていうことで分かればいいかなって思ってます。で、仕組み等も話していきますね。まず、両者ともレバレッジを使える取引ですが、それぞれ特徴がありますってことで、信用取引と CFD と、まあ、FX と仮想通貨の、FX もみんな基本最初の考え方は、こう、倍率を高くして、2倍、3倍、4倍お金を入れて、証拠金ってお金を入れて、レバレッジをかけていくっていうことは同じ。っていうことですね。だから若い子たちも FX とかやってて、信用取引みたいなことをやってるってことは、まあ、同じことかなと思います。はい。で、ここですね。銘柄ですね。CFD は株や金、原油などにレバレッジをかけているということですね。はい。それから、ずーっと行きまして、まあ、ここも、同じことですね。みんな多分、ロングとショートっていう言い方をすると思うんですけど、で、日本語で、荒売りっていう言い方をしますね。ここもいいですよね。ショート、ロングって言った方が分かりやすい人もいますよね。買いがロングで、売りがショート。いいですよね。これも FX でもみんな同じ用語を使います。信用取引も同じです。それから、このレバレッジとか、ここから違いを比較表が出てるんですけど、比較表を、七種の5名さんもどうもこんばんは。今日はカメラが崩壊してます。はい。カメラがもう何度も落ちてるので、もう途中からもう顔出しももうどうでもいいやと思っています。はい。もうなんかわけわかんないです。はい。CFD の方が、実はまずレバレッジが5倍から20倍です。はい。5倍から20倍。から、信用取引は、これも決まってるみたいですね。3.3 倍みたいですね。はい。で、ここのコストについてはいろいろありますけど、これ、あんまり覚えなくていいと思います。ちょっとかかるよ。で、これも正直言っていいですか？簡単に言うと、CFD の方が安いと思います。はい。なんかいろいろ見ていったらそういう感じがしました。SBI とか楽天とかの信用取引の手数料とか見てたら、信用取引の方が若干手数料全体高いなっていう感じがします。IG 証券もちょっとだけ、CFD の中でもね、やっぱり IG 証券とかサクソバンクとか、GMO ってありますけど、GMO がやっぱり一番安いと思いますね。はい。GMO だけかな？長期で持ってても、そんなにお金がかからないのは、と思います。で、
信用取引の、そう、今、長期っていう話をしたんですけど、CFD は、ずっと持っててもいいです。はい、1年でも2年でも持っててもいいです。はい。信用取引は6ヶ月っていう期限が決まってます。はい。これも、なぜかわかんないです。これ、日本のルールなんですかね。はい。僕ちょっとアメリカの信用取引って知らないので、ないのかな。日本の取引のやり方かもしれないですね。なので、信用取引の銘柄は、基本日本の株の、銘柄になります。はい。で、CFD は、外国の株とか、まあ日本の株もありますけど、どっちかっていうと、ナスダックとか、世界の株とかが、株価指数が多いですよね。まあ、僕の方でもいつも解説しているので、その点は皆さんも、見てくだされば、ああ、そうだなと思いますけどね。はい。日本の株を CFD でやってるのは、ペイペイ証券さんとかは、やってますけど、まだまだ少ないですね。圧倒的にまだ多分日本の株は信用取引をやっていらっしゃる、やってる証券会社が多いと思います。はい。CFD の方がいい気はするんですけどね。倍率が高いからかな。はい。でも不思議ですよね。この CFD って5倍から20倍のレバレッジなんですけど、スプレッド、なるほどね。そうなんですね。スプレッドの意味がわかる。なるほど。そこで、そうですね。信用取引は手数料を取るんですけど、CFD はスプレッドって言って、売りと買いの差額を証券会社が取りますもんね。はい。ただ、このスプレッドも、もう今 GMO クリック証券は、かなり狭いです。はい。だいぶ、手数料的なものを取らなくなりましたね。はい。IG 証券はどちらかというと、CFD の、オーバーナイト金利って言って、持ち続けてると金利が年率 3. 点何%あるっていうことで、やっぱり1年以上持ってたりすると、まああんまり良くないのかなっていう IG 証券の方は思いますね。はい。はい。それから、この期限は6ヶ月ということですね。信用取引は。で、取引の時間が、日本なので、信用取引は基本、昼間です。はい。で、夜間取引って PTS っていうのがあるんですけど、日本の取引で、この15時以降からやるやつ。これは、信用取引、レバレッジをこうかけたものは基本できないらしいです。なので、このレバレッジをかけている信用取引は、株と同じ時間でやるみたいです。はい。お衣装、お衣装ってこの証拠金がもうないから、損した時に入れろよってやつはお互いにあります。はい。レバレッジかけてますのでね。はい。方式はこれ特に、関係ないと思いますね。はい。ということで共通したのは、レバレッジは共通だよっていうことは出て、で、今の CFD はね、もう皆さんも知ってるかわかんないですけど、個別株はレバレッジが5倍。普通にやれば。バラエティ、ビックスとか、ああいうやつ、ハイレバ商品も5倍ですね、レバレッジが。で、金とか銀とか農業商品は20倍。天然ガスも20倍ですので、ほんとこれ気をつけなきゃいけないです。で、株価指数も高いです。10倍ですので、これも気をつけた方がいいと思います。いつも言ってますけどね、ここは。で、多分ですけど、信用取引は、3.3 倍なんですけど、これも、コントロールできるのかな ?2 倍とか、もっとたくさん証拠金入れたら、できるんでしょうかね。ちょっと、今日買い方できれば、またやりたいと思いますけど。はい。ということです。なので、あれかな、俺ちょっと言っていいかわかんないですけど、テスタさんとか言うじゃないですか、有名な方とか。ああいう方とかは、信用取引で売り買いして、スキャルピングじゃないですけど、やってるんですけどね、株の。
なんかそんなイメージはそんな感じはして、あの方のちょっと話だと日本株のちょっと信用取引的なものをやっているような気はしましたけどね。はい。取引コストはまあここもいいと思いますね。それくらいかな。やっぱこれを知る前にはやっぱショートっていうか空売りの話もね、当然知識として知っておく必要はあるかもしれないですね。そうですね。これ後半はあれですね。もうGMO クリック証券のちょっと話と、あと、おいしい音は何かっていうことなので、まあ、ロスカットっていうのがあるよということで、まあ、ある程度ね、倍率かけて、やってますので、お金が減ることとかもあるよということでね、GMO クリック証券は半額になったら、半分だけ切れて、ロスカットになりますんでね。基本は。何にも、証拠金をたくさん入れてない場合ですけどね。GMO の CFD は長期で持ってても手数料。そうですね。今日、今言ってくださったので、せっかくなので、どうしようかな。今、この質問に対しては、ちょうど僕答えたいと思います。これ、GMO クリック証券の、僕の、今、ちょうどトレードの口座になります。で、長期っていうのがどの程度かっていうのだけちょっとお伝えしますね。じゃあ、この、今銘柄のあるインドネシアなんですけど、僕ずっと持ってるんですよ。インドネシアを。で、インドネシアを持っている、ちょっとこれ、こういうじゃダメだ。何を伝えるか。このインドネシアを僕いつ買ったかっていうと、去年の7月13日に買いました。はい。で、今かかっている手数料が、価格調整額って言って、マイナス66円と、今、あれですよね、2月17日だからもう半年以上持ってますよね。で、この権利調整額は73円ということで、気がつくとですね、これ、いくらだ10円はい。10円プラスしてます。ということは、もう手数料の心配。まあこれ、またちょっとしたら買おうかなと思ったりとかして、ずっと持っててインドネシア積み上げようかなと思ってるので、半年持っても手数料負けすることはほとんどないですね。はい。ないと思います。ちなみにどれぐらい、まだまだずっとインドネシアとかあと僕も前から言ってますけど、南アフリカも7月の2日に買ってますので、これは逆に、価格調整額っていうか、あれなんですよ。ちょっと難しいんですけど、ドルと、なんて言うんですか。南アフリカってなんだっけ？貨幣。なんていう貨幣だったっけ？忘れちゃった。カタカナ3文字で、はい。トヨタさんありがとうございます。そうですね。そんなもんない。こっちはあれですよ。南アフリカの、すいません。貨幣が出てこない。4アじゃなかった。すごい金利が高いやつ。SBI 証券とかでも。これ、マイナス75とプラス103円で、持っててプラスになってます。逆に。はい。手数料じゃなくて。このね、価格調整額っていうのがあるので、持っててプラスになるものもあるんですよ。で、しかも、これもプラス 10% プラスなので、はい。こういったものもあります。だから、ちゃんと、押し目をつけてじゃないですけど、やっていけば、コツコツ、こういう値動きがいい。僕はこの南アフリカとか、そんなレバレッジかけてないので、証拠金も少ないので、コツコツ持ってこうかなと思っております。だからこれを実現
するように長期で持ってても大丈夫だよってことを言いたかったです。はい。あ、もう30分になっちゃった。すいません。チンチンチンいきますね。すいません。チンチンいきます。ランド、ララランド。そう。なんでみんなランドって言ってんですか？はい、スタートします。来ました。ダウが 0.66。SP が 0.67。半導体が 1.55。ナスダックが 0.86。なんか最近ランド分かりました。そういうことか。南アフリカの貨幣ランドでしたね。もうダメだ俺。ダメだもう。出てこねえわ。生徒の名前も出てこなくなりましたもん。マジで。はい。チンチンチンもありがとうございます。皆さん。突っ込んでいただいて。もう、なんかね、ちょっと雑談じゃないですけど、いや、全然そんな疲れてないですよ。本当に、ド忘れしただけで。じっちゃまっていうじゃないですか。広瀬さん。はい。じっちゃまはなんで、株とかあえてやってるのっていう話がなんかどっかであったみたいで、じっちゃまはね、究極の暇つぶしだって言うんですよね。はい。だから今までのいろんなことを例えばやってきた老後の時に老後だと暇だからこうなんか別に女遊びとかそういうことよりこう経済とかちょっとお金をこうなんつうのかな値動きを見て株をこう買ったり売ったりすることが究極の暇つぶしだっていうんですね。なんかねわかる気がするんですよ僕も。お金稼ぎっていうよりも多分、もう僕もそんなお金をたくさん持ってるわけじゃないんですけど、こういったちょっとしたこととかで勉強して、で、勉強したってなんていうのかな、うまくいかない時って絶対あるじゃないですか。その通りに値動きがいかないというか、自分が思ってるとことどんなに勉強したって多分いかない時はいかないですよね。で、これって、考え方によっては、ちょっとなんて言ったらいいの？楽しいっていうか、なんでこううまくいかないんだろうって考えたりするじゃないですか。そうすると反省してまた学ぼうとしたりとかして、でも 100% は絶対勝てないから、どんなにこう勉強したって、その時の運とかもあるわけで。なので、じっちゃまがなんかその究極の暇つぶしだって言ってた時に、俺もなんかじっちゃまみたいに、今なんかトレードをやってるのが、究極の暇つぶしなのかなってちょっと思うようになりましたね。はい。多分、なんだろう。もうこれから、給料とかもそんなに上がるわけでもないし、で、節約をして、ちょっとずつ積み立てて、残ったお金で、トレードを回して、こう、ああでもね、こうでもないってこういったライブがしてるっていうことが、多分ね、究極の生きてて、生涯学習っていうかね、なのかなっていう、ちょっとそういう風にね、感じました。全然関係ないですけど、だって、失礼ですよね、俺。なんか、ど忘れしたところからじっちゃまが出てきたら、失礼ですよ。はい。ということで、個別株の方ね、ちゃっちゃっと見ていきたいと思います。すみません。これナスダックの1分足。じゃあせっかくなので皆さんにはナスダックの1分足をご覧いただきながら、個別株の方のね、今日の動きをちょっとパッと見ていきたいと思います。パーっといってきますよ。アップルが 0.61 マイナス。ちょっとマイナスですね。アマゾンが上がってますね。1.33 です。Google が 0.45。メータがまた0.30 ですね。これ、ダンさん、買うとか言ってましたね。なかなか確かに、思いましたけどね。なんていうのかな。
ポストプライムのやっぱりモデルが似てるっていうのとね、そういうのもあると思いますよね。はい。アリババ 0.58 上がってきません。ツイッター 0.03。はい。マイナス。ネットフリックス 0.35 マイナス。マイクロソフト 1.09 マイナス。NVIDIA 5.030 ですよ。昨日 9% 上げたので、調整っちゃ調整ですけど、また後で見ますけど、決算出ましたよね。はい。昨日のなんでしょうね、これで。ブロック、スクエアですね。0.54 プラス。コインベースはさっき、あれですね、ビットコイン落としてましたもんね。マイナス 2.39。ペイパルほぼ変わらず。マイクロストラテジーがマイナス 2.98。ビットコイン銘柄一緒ですね。デルタ航空マイナス 1.17。スターバックスマイナス 1.3。ここら辺、ダウ銘柄でもちょっと落としてますね。マクドナルドも、でも 0.59 マイナス。ディズニーもちょっと、最近ちょっとディズニー上がりすぎましたね。マイナス 1.30。ナイキ変わらず。エクソンモービル、変わらず。でもハリバートンはマイナス 1.64。ちょっとここ変わってますね。同じ動きしてないですね。フォードが 0.56。GM がマイナス 1.59。車、自動車関係なんか良さげなこと言ってたの今日はダメですね。テスラ、マイナス 0.86。コカ・コーラ、マイナス 0.74。ペプシはほぼ変わらず。P&G も変わらずですね、ほぼ。ウォルマートがちょっと上げても 1.69。ギャップ 0.33。赤米 0.3。IBM ちょっと下げてますね。パーセントぐらい。オラクルが 1.41。今すごいですね。ちょっと取引が先物多いですけど、ボラテリティが高くて、今すごい、1分足見ても、どっちつかずですね。売ったり買ったり、売ったり買ったりしますね、今、ここ。針、この見えますかね？値動きの針が、この髭って言うんです。髭がすごい長いです。髭が長くて、みんな今、売ったり買ったり、売ったり買ったり、攻防してますね。はい。珍しいです、これ。はい。どこまで行ったっけ？インテル 1.10 マイナス。アメリカンエクスプレスも 0.87。ゴールドマンサックスが変わらず。モルガンスターレイが 1.47。金融ちょっと落としてますね。アフラックが 0.9 マイナス。ずっとマイナスが続きます。ビザが 0.46。ジョンソン&ジョンソンが 0.5。ファイザーが 0.62。ファイザーも落ちてきてますね、だいぶ。ジェネラルエレクトリックスも 1.76 落としてます。ボーイングも 0.89。3M がかなり落としてますね。工業系ですよね。マイナス 3.39。キャタピラーが 1.86。バークシャハザウェイはそこまで落としてません。変わらず。バンコクアメリカ 1.24。シティグループ 0.79。コストコ 0.3 に変わらず。eBay 変わらず。eBay 昨日落としてましたね、かなり。ヒューレットパッカー 0.74。アドビが 0.70。T モバイル 1.43。なんか急に上がってきたぞ。ナスダックが。はい。エアロスペースだっけ？宇宙開発のところですね。1.51 マイナス。T も、これ何？ AT&T 0.96。ベライゾン 0.71。グルーポン 1.07。シェブロンが 0.51。JP モルガンも 0.88。メルクが 1.2 マイナス。シスコが 4.22。決算があったな、これ。決算良かったっぽいですね、これは。ホームデポが 0.34。セイロンテクノロジーズが 0.45。ユナイティッドヘルスがマイナス 0.7。デュポンがマイナス1ということになってます。ダウ銘柄は若干落としの
決算が合ってるとこはうまくいってるのもあり、ビットコイン若干落とし、航空株も若干落とし、大型ハイテク株は、今のとこバラバラですね、動きが。はい。という感じです。アリババちょっと上げてきてますね、今。はい。ということですね。今ちょっとじゃあ決算があったものとかをちょっと見ていきたいと思います。こっち行きますね。僕の場合、まあ小型株、今、ショッピファイとかいろいろ他の決算がちょこちょこあるものは、僕 GMO クリック証券で70銘柄なので、やってないですけど、またね、長官太郎くんとか見てるときに、細かくね、決算のこととかやってるのでね、もし、気になる方はね、長官太郎くんの、話とか聞いてもらえると、自分の買ってるっていうのが出てくるかもしれませんね。ほんとたくさんの銘柄をね、紹介してますんでね。はい。そうですね、NVIDIA ですね。ちょっと NVIDIA 見てみますね。NVIDIA の決算、よかったですね。NVIDIA は予想、ここで見ればわかるかな。はい。二つとも、収益も売上も両方ともクリアですね。しかも、収益は予想よりもちょっといいですね。で、この、四半期もずっと右肩上がりで全部、なんていうんですか、予想より上回っている収益は。損益も、今前回よりもちょっと落ちてますけど、利益率は。でも、売上がもうビートしてるし、純利益も前回と変わらず高いですね。素晴らしいと思います。けど、売られてるんですね、これ。昨日の上がりがすごすぎたんですね、これ。きっと。利確したのかな、みんな。はい。というような感じですね。NVIDIA でも、成功したと思います。これでもね。はい。ハイテク中でこれ成功しないと、本当に、メタみたいにちょっと、決算ミスると、本当ドーンといきますもんね、今。ハイテクは。はい。そう、マイクロソフトがちょっと落としてるので買いたいなと思ってはいますけどね。ウォルマートが成功したと思います。確か。ウォルマートも、はい。予想 1.5 に対して、結果 1.53 ですね。そうですね。サプライズも、予想、収益、売上ともにクリアですね。4四半期の決算、損益も売上もいいですね。純利益も、もともと小売業純利益そんなに多くないので、あれですけども、はい。ということで、うまくいったんで、今日戻していますけどね。でも僕としてはまだ、だいぶ低い位置にウォルマートいるので、ちょっとまだわかんないですね。はい。ぐらいですね。僕の場合もこれぐらいでいいかなということで、だいぶカットしちゃいました。決算銘柄の方は。はい。さて、もうコモディティの方の話もしたいんですけど、どうしようかな。また特集ちょっと戻っちゃいますね。戻って、それから後半、コモディティとバラエティいきますね。信用取引についてなんですけども、どこまで行ったっけね。お衣装まで行ったので、だいたいいいんだな。ここまで行ったから。ロスカットの話もしましたもんね。はい。それでですね、こちらの方はよくって、これがですね、僕の方の、株式、SBI 証券の口座に関しての、この国内株式っていうボタンの、パソコンの画面ですけど、この下、ちょっと細かいですけど、トップの現物の隣の信用というところ、ここを押して、で、最初に多分、概要が書いてあるので簡単に、売りも始められるよとか、3倍ぐらいでレバレッジできるよとか、株を有効活用できるよ。これ多分、信用取引も同じように貸し株性があるよということだと思いますけどね。
はい。まあ、これはCFD も同じなんですけど、ということが書いてあります。はい。それではですね、一応、今日、この YouTube の方が SBI 証券なんですけど、ちょっと、信用買いの買い方について簡単に、まあ2分ぐらいですけど、説明してたので、こちらの買い方っていうのをね、ご覧いただきたいなと思います。ちょっとだけ、すいませんね。こちら SBI 証券のいつものちょっと通りログイ BGM をンした落画面でとしますね。ございます。こちらから、何かの銘柄を信用買いをするという方法をやってみたいというふうに思います。では、いつものごとく、ここになんか適当に、はい、まあ、わかりやすいんで、ソフトバンクの、銘柄コードを入れます。で、ソフトバンクの、出てきました。で、こちらを、信用買いしたいという、方式で進めていきたいというふうに思います。ちょっとストップしますね。知らない方もいると思うので、ここの今の画面の、この売りと買いのここの数字のことを、買い板とか板というものになります。で、僕らはまだこの板を見て買ったりする、僕はチャートで基本買ってるんですけど、板を見て買われる方もね、結構いらっしゃるということで、まあこういったものもありますということです。はい、じゃあ次行きますね。今まではこれ普通の人はこの現物がいいってボタンを押してたと思うんですけども、それを今回はやるときはこれです。信用買い。はい。信用で買うときは信用買いをポチッと押してやっていきます。では早速押していきます。はい。押していきます。もうあとは一緒ですね。はい。例えば、東証で、100株単位なんで100株で成り行きで買う。として、まあ、成り行きなんで当日中で OK ですね。で、制度、一般、日ばかりとありますが、まあ、基本的にはこの制度、信用がデフォルト、初期設定になってますので、こちらで動かさずにいけば OK です。まあ、この無期限、一般っていうのであれば、まあ、ちょっと利息は高いんですけど、期限がないというパターンになります。日ばかり期になると、限がないのもあるんだ。1日の間で決済するもの、これが日ばかり。なので、普通の、制度信用ができないような銘柄は、この日ばかりでできるようなやつもあります。なるほど。はい、で、取引パスワードを入れていただいて、まあ、注文確認画面、で確認していただいても構いませんし、まあ、私はもう省略しても構わないんで、これで注文発注。はい。押せば、はい、これで注文ということになりました。なので、ソフトバンクをこれで信用で100株買いという、注文を通ることができました。信用買いも非常に簡単にできますので、皆さんぜひ操作方法として問題がなくできるようにしておきましょう。もうすごく簡単にやりましたね。はい。まあ、現物買いと、ね、ほとんど変わらないよっていうことで、ただ、どの方も知らないかもしれないですけど、SBI 証券でも楽天証券でもみんなやるときには必ず、口座を申請しないといけないので、口座ごと、口座って言っても、多分、この口座をこれちょっと待って、押すとどうなるんだ？ちょっと今押しますね。僕は多分やってないので、この口座は。俺開設してるわ。あれ信用取引口座は常に開設されてます。あれ現物をしてたらもう開設になるのかな？今ここに僕の方の画面の右側ですけど、取引口座って書いてありますね、SBI で。イデコと、ニーサと、外国株式と、CFD と金とプラチナと SBI ネット銀行は開設している。あれ信用取引はなんでやれるのかな？ちょっともう一回押しますね。この中に信用取引は先物オプションは開設しなきゃいけないですけど、ないですよね。ほい。あれ開設はしてるけど、まだなんか設定してないのかな？開設の終了。もしかしたらこれもうできるのかな？ちょっともう一回いいですか？どこ押しゃいいんだろ
あれでもおかしいですよね。何が足りないんだろう。ちょっとよくわかってないです。なんでかできないですね。あ、ここじゃないんだ。これ概要だからかな。でもここから買うんじゃないんですかね。今でもさっきの動画で、ちょっとごめんなさい。動画で買ってましたよね。画面見て。この後に買ってまし、債券、マーケット、ソフトバンク。あ、わかった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 。銘柄先に入れるのか。998、ちょっと待ってくださいね。もう、9984って入れて、ソフトバンクで入れて、で、もう、現物買いと同じように、こうやってやれば、ここに信用買いとか信用売りってあるから、もう、できるようになってるんですね、これ、きっと。そういうことね。ここを見てやれよ。だから現物で買うのと一緒だよっていうことですね。もう。ただ、口座を別で作らなきゃいけないから、現物の時のお金と信用の時のお金を別々にしとかなきゃいけないっていうか、っていうことですね。IG 証券とかと同じですよね、きっとみんな。それぞれの口座にお金を入れとかないといけないということですよね。はい。そうですね。SBI は取引の際に現物と信用で選べます。ここですね。そうですね。はい。ということになりますね。はい。あの、買い方はそんなに難しくないですよね、きっと。ただ、思うには、このチャートを見ただけだと、全くもって適当に買っちゃうのに、やっぱり僕の場合はトレーディングビューとか使って、ちゃんと、なんつうのかな。あのやらないといけないですよね。はい。そう思います。やっぱ、これだと、板で買う人もいるかもしれないですね。あれ、なんだっけ、銘柄によってはすごいこの板見て、取引数が少ない、この数が少ないとこがあるので、飛んで売れたりとか、飛んで買っちゃったりとか、ね、予定より違ってくるのもあるみたいですよね。日本株だとまた少ない銘柄。これソフトバンクだからこんだけ取引量があるから買えるですけど、はい。そういうふうに思います。はい。いった買いですね。なるほど。わかりました。はい。えーっと、一応この信用買いの方は、あれですけど、このブログの方とかは、どちらかというと、あの GMO クリック証券を押しちゃってる人ですけどね。日本株で買いたい、レバレッジ3倍ぐらいでやりたいっていう方だったら、信用取引の方がいいんでしょうね。はい。なんていうのかな。あと、日本株の方が、情報が入ってるっていうか、わかる方はね、情報がある。多分ね、今は、アメリカの株ってこんだけ情報が取れるようになったじゃないですか。だから CFD とかもすごく年々増えてきてると思うんですよ。昔だと、こういうアメリカの株とか世界の株の情報とかって入ってこなかったと思うんですよね。インターネットから以外とか YouTube もそうですけど。だから多分昔は信用取引をやってらっしゃる方がすごく多かったと思うんですね、きっと。はい。日本の株で倍率上げて。で、今はやっぱりこう、便利になって、CFD がその時間的にも便利になったし、で、ね、この信用取引も昼間、15時までしかできないっていうこともありますよね。そういうのもあったりとかして、どんどんこう便利さとか、いうことで、CFD が多くなったのかもしれないと思います。だからどっちがいいっていうよりも、日本株で、レバレッジ3倍ぐらいでやりたいっていう方は、信用取引の方が面白いかもしれないですね。はい。
ただ、どれぐらいのお金でやれるんでしょうね。3倍でも、例えばトヨタとかでも100株からとかだと結構分割したから安いのかな？ 1 ロットいくらぐらいですかね。そこの辺も僕まだいくらぐらいでやれるかわかんないので、昔はトヨタは1個買うのにも数十万円いりましたよね。きっと。はい。まあ、信用取引ですので、安くはできるかもしれないですけど、でも、ほいでも3倍なので3分の1の値段ですもんね。はい。はい。ということで、本当に簡単だったんですけど、特集の方で、この画面、関係ないと思って、夜間取引の PTS 取引いるかなと思ったんですけど、これ信用取引とはあんまり関係ないので、CFD が夜間もできるからっていうことでちょっと出しただけですのでね。はい。はい。ということで、ぜひね、今やれっていうわけじゃないですけどね、幅広くトレードする上で、チャレンジしてみてもいいんではないかなと思います。はい。それじゃあ、特集からここからの後半コモディティのことをちょっと話をしていきたいと思います。今ちょっと待って、状況どんな感じ？あ、ナスダックは落ちてますね、ドーンと。はい。今1分足ドーンといってますね。14,300。今日、ちょっと、今 1% ぐらい落としてるかな？ちょっとまた14,000切りましたね、ナスダックが。S&P が4,400ですね、今。もうずーっとここですね、今。もうあれですね、ちょっと、アメリカの株今持ってる人はさすがにダウもかなり落としてますね。今、なんていうかな。長期で持ってる以外は、短期は、もうやらん方がいいと思ってる人も多いんじゃないかな。それか、チャレンジングしてる人はコモディティチャレンジングしてるんですかね、やっぱり。今チャレンジャーですよ、これ。ダウも今、すごいですね。はい。なんか最近1%、2%毎日落ちたり上がったりしてるので、ちょっと慣れてきちゃったですね。こんな慣れちゃいけないんでしょうけどね。コモディティどうなってるかな？はいはい。じゃあ、実際のチャートの方をね、見て、コモディティと、ハイレバ商品とかちょっと見ていきたいと思います。いきますね。まず、コモディティのドルインデックスですね。ドルインデックスはもう変わらないで上昇トレンドにずーっと乗っている感じです。今、ちょうど、上昇トレンドの付け根にいる感じです。まだ本当に上がっていくんでしょうかって感じですね。はい。はい。次行きますね。原油ですね。本当に、なんて言うんでしょう。ボラが高いですね。1日でだって今日だけでも、3.4% 近くですから、レバレッジこれやっぱり、もう5倍ぐらいでやってないと、身が持たないですね。1日に 5% ぐらい、あの、動くものって。はい。多分 IG 証券で原油をやってる人は、どっかでロスカットに合っちゃいますよ、これは。はい。この売りで仕掛けてろうが買いにしか、この1日の動きで、ね、本当にこれで見ればわかるか。この高い値が 95.82 ですよね。そうですね。この3日間で、3日間で 7.24% だから、レバレッジ20倍だったらもう、どっかで振り切られてる人は振り切られますね。なので、やっぱり、そうですね、証拠金を多く入れて見ないと難しいですね。はい。まあ、
出遅れている方とかでもし原油やりたいんだったら ETF の方がいいかもしれない。出遅れ感って言い方変ですけどね。はい。でもな、ここでロング入れる人もいるんだろうな。上昇トレンドで見てる人もまだいるだろうし。いやー、しかも今日あれですね、この、ちょっと変わってるのが、今のニューヨークオイルより、あのなんだ、こっちの北海原油の方があんまり下がってないんですよね。はい。ちょっと俺これだいぶ北海原油位置変わってますね。帰りまではしてないですけど、でも、ニューヨークの原油と明らかに違いますね、これ。珍しい動きしてますね、ここは。はい。高止まりしてるっていうか、北海原油は下がってない。ということはやっぱりまだ上がる余地がやっぱあるのよな、きっと。はい。と思います。原油は。原油が乖離してるの珍しい。天然ガスは相変わらず、ピーッと言ってますね。ああ、お疲れ様です。はい。おやすみなさい。はい。朝早い時ありますもんね。はい。ありがとうございます。この針のようにピーッと刺してますけど、今ちょうど下落トレンドにはタッチしてる状態です。もうでも天然ガスも本当にもうわからないです。はい。もう余計なウクライナとかファンダメンタルがある限り、ダンさんはロングじゃとか言ってましたよね。ほんとこれすごいですよね。ロングじゃって言ってもちゃんとレバレッジと証拠金めちゃくちゃ入れた方がいいと思いますよ。だってやっぱ1日で 5% ぐらいの幅取りますもんね。はい。まあ僕は一応ショート推奨してるので、はい。本当だったら、ここかな 5.1? ここの位置でもショートでも十分いい位置ですよね。5.1 も。今 4.6 のとこ見ますね。はい。毎回ちょっと、わかりにくい状況は続いてます。さて、問題は金ですね。どうしましょう、これ。ちょっとこの上昇トレンドこれ見えますか？これ。この上昇トレンドに乗っかってオーバーシュートした感じですよね。この1800、ここ、70の近辺このあたりから、もしかしたら、ロスカットとかも、レバレッジかけてる人のショートカバーも、やっぱある可能性は出てきました。で、今試してるところも、ここですもんね。この1年前の高値と同じところに今トライしようとしてますよね。なので今レンジから完全にその上昇トレンドに入った状態。で、1850近辺のあたりが、もしかしたらこのサポートにここがね、なるかもしれないという状態になりました。強いっていうか今が強いと思います。これから上がり続けるかはちょっと短期的しかわからないですけど、まだここで踏みとどまって、まだ上がっていくかもしれない。将来的にどこまで上がるかわかんないです、今は。だけど、まあ、やっぱり、ウクライナの関係でちょうどあるかなと思います。金は上昇トレンドだなっていう気はします。はい。で、銀の方が、ボラティリティが高くって、上がり下がりをしています。今もまあまあ高い位置ですけど、ちょうどサポートされている23点、このあたりに、サポートされてますね。なので、今ちょうど揉み合っているところ。えーっと、これ抜けちゃうと、スコーンといきます。この23点
8のあたりをもし抜けたら、金みたいにもう一段キュッといくかもしれないですね、ここ。今ちょうどサポートして止まっている位置になります。これわかんないわ。ーっと、あと、代表的なところは、やっぱトウモロコシと大豆ですね。トウモロコシはもう、やっぱずーっと下がってきたけど、やっぱ上昇トレンドですね。どこまで行くんでしょうか。本当にずーっと。もうちょっとこう低くなってこないとこう、買うのにも怖いですよね。まあ200日移動平均線もこうバーっと近づいてきていて、そうですね。もう絶好調のS&P500 みたいな動きをしてますね、これ。はい、トウモロコシが SP500 みたいな動きに見えます。本当に。でもちょっと押し目をつけてこないので、まだ下がってきてもまだ押し目っていう形までいってないので、高い位置ですので、はい、もうちょっともう言い方変えて押し目をつけて上がってこればこの上昇トレンドね、うまくいくといいなと思いますけどね。押すと買いやすい。この621よりちょっと上ぐらいまで落ちてきたら面白いとは思いますけど、もうトレンドに乗るしかないなと思います。で、この次の、これですね。これをね、僕ね、もう完全に自分のミスですね。書いてあるんですけど、三尊天井のように見えたんですよ。ショート。もう全く違いましたね。もう上昇トレンド継続ですね。はい。今思えば、もう需給の関係で思えばもう完全にこれ上昇トレンドだなって思いました。反省です。やっぱ形状だけで言ったらもうやられますね、これ。はい。上昇してます。こんな感じですね。まあちょっと押し目をまあでも押し目も作ってないですね、これ。ここですもんね。下げてはいましたけど。はい。ということで、もう1600の域まで行っています。で、大豆が高い位置ってどこかっていうと、実は、ここです。1650っていう位置。ここが直近過去最高値ですね。あとだって、もうないですもんね。だから今、の位置って、もう史上最高値に大豆が近づいてます。はい。今1万、1600の位置ですので、あと50。だから、もう1650まではもう見といていいと思います。僕ももう、もしかしたらショート、これロスカット合うかもしんないですね。はい。まあ、しょうがないなと思います。自分もこれ、上昇などに、もうここで三尊だと思った自分がもういけないです。ここはね。はい。はい。オレンジジュースはもう、ボラテリティがすごく高い状態になってますけど、これでも、もう見ようによっちゃ上昇トレンドですよね、まだ。はい。いう感じになってます。えーっと、ではですね、ここから、バラエティの方にちょっと話を戻していきたいと思います。この間、ちょっとバラエティ部門の話をしましたけど、ビックスですね。こちらが。相変わらずビックスがまだ高い位置にいます。まだ、ちょっと待ってください。このGMO のビックスはまだ売り金かなんちょっと待ってくださいね。あえーっと、インフォメーション。えーっと、
違う。ロシアが売り金になった。もうロシアすぐ売り金になりますね。UV、こっちはまだ、大丈夫ですね。解除されました。これは。ちょっと今上げてますけど、ちょっとあれですね。ボラティ、多分ですけど、この間、このビックスは17ぐらいまで、今 15.78 ですけど、ウルトラショートは。17まで上がっちゃうと、また売り金になるかもしれないです。僕 19.2 で、仕掛けたら全部取り消しになっちゃったので、そうですね。まあでも今、今、恐怖指数高いですよね、ずっと。なんか、読めないですけど、17まで行ってもすぐ売り切りになっちゃうから、どうなんだろうね。まあ、やりにくい状態ではあります。で、ベアの方は、まだ仕込んでありますね。下がった時にこう、カチッと下がるやつですね、これが。はい。今、53まで来ましたけど、まあ、どうなるかわかんないですけどね。このビックスベアの方ですね。で、今日、一つおすすめしたいのは、どうも、しめじさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。僕ももうちょっとしたらもう終わります。はい、今日は。金のブルの方は、もうプチッと高いです。はい。今日最後にお勧めしたいのが、ちょっと難しいお話ですけど、原油のベアです。わかりますかね？原油のベア。今日は。原油今みんな買ってるじゃないですか。で、原油のベアっていうのが、値が上がると下がるですね、これが。ベア商品ですので。なので、今、多分、原油は、ベアが、今日は冷やし、もうちょっとこう4時間してみますか。ちょっと4時間しても見にくいかもしれないですけど、ちょっと上げてるはずです。あれ上げてないですね、今日。下げてますね。ちょっともう下がりすぎちゃってるんですけど、もしこれが、原油が、このね、原油はこれ下がってるから、こっち ETF 上がってるかと思ったんですけど、上がらないですね。ちょっと動きが変わってますね。で、もし、このベアの方をやるようだったら、下落圧力が強いので、反対動きしますので、ロングとかよりも、ちょっと短期間でやるのはこのベアは面白いかなと思っていました。なので、なかなかいつもはこういうの推奨しないんですけども、一応、ショートの、ものとしては、もうだいぶ指数が低いので、面白いかなとちょっと思いました。ただ今日、原油と動きが違いましたね。はい。です。それぐらいかな。でもやっぱり、新興国も、ちょっと、動きが一喜一憂してますね。とにかく、今、買えっていうところよりも、今週すごいやっぱウクライナの関係難しくて、決算とかもあったんですけど、結局は、決算よりもその利上げのことと、なんていうんですウクライナの関係で、石油がやっぱり上がるっていうことは、石油が上がるとインフレが、あれです。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。みんな眠いですよね。はい。もう終わりますんでね。今まとめに入ってますので。はい。ガソリンとかが上がるっていうのは、やっぱり、経済にとっては良くないと思います。なんでかっていうと、やっぱり単純にガソリンが高いと出かけにくくなるし、で、出かけないってことは経済として消費するも少なくなってくると思うんですよね。そうすると、
株価もそうですけど、景気が良くないと鈍ってくると、やっぱり、原油は例えば材料を作るものにもなりますし、物価も上がっちゃうとなると、株全体があんまりいい動きをしないんじゃないかなというふうに感じます。だから今、いい銘柄買いますよって言っても、まあ、安い銘柄ありますけども、上がっていくかどうかっていうものに対しては、3月までちょっと本当にわからないなっていう感じはします。なので今は、ブル商品とか、こういうね、2倍とか、ちょっとの値動きでも上がったりするので、ボラティリティが高いので、証拠金を持ってやっても面白いかもしれないんですけどね。はい。本当に、安い、ちょっとした値段で、値動きで、なんていうのかな、勉強するっていう意味ではね、このダウの、こういったものはね、面白いかもしれないですね。今日今ダウはかなり下げてますよね。70、今ちょうど買い場かどうかっていうところに来てますね。ダウが。こういったものを短期でやるのはいいかもしれない。1870円ですしね。はい。と思ってます。はい。それではですね、今日、これぐらいにさせてもらって、土曜日なんですけど、状況を見て、仮想通貨をやるか、テクニカルのことをやるか考えたいと思います。テクニカルのことは久々、ちょっと最近やってなかったので、テクニカル講座みたいなところで、考えていきたいなと思います。ただ、仮想通貨がですね、やっぱり、これですもんね。まだ会話が来るよっていう、なんていうのかな、楽しくないっていうか解説してても、なかなかね、面白くないので、でも、テクニカル系でやるんだったら、ちょっと会話はわからないですけど、この仮想通貨をちょっと使って、会話とかね、それから実際線を引いたりとか、何かできることがあればやってはみたいですけど、ただ、今、会話かどうか本当にわからない状態であります。まだ不安定なことがね、ずっと続いておりますけども、いろいろこうやって値動きを見て、儲かることっていうより、今の経済状況とかを見つつ、値動きをしばらくね、見て、楽しめるっていうかね、勉強していきたいなっていうふうに僕は感じます。はい。じゃあ、これでニュースの方をね、させてもらって、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんもね、この何日か、アメリカの株とか状況を見つつ、ちょっと静観していきながらね、様子を見ていっていただきたいなと思います。はい。それでは、今日はあとニュースを言って終わりたいと思います。豊田さんもね、長い間ありがとうございました。TikTok の方もね、本当ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあ、ニュースを流して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。